こんにちは、日本語クラスです。多分ライブ始まったと思います。もう一度言います。こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今、日本は夜遅いんですが、今日ライブをやりたかったので、やろうと思います。はい、もし今聞いてくださってる方がもしいらっしゃったらぜひメッセージをください。全然連絡をしないで急に始めたので、誰も聞いてないかもしれないですね。はい、でもいいです。ちょっとやります。はい。声が聞こえたら声聞こえてますと連絡をもらえると、とても助かります。よろしくお願いします。多分声大丈夫だと思うんですが、ちょっと自分でも確認しますね。テストテスト。はい、多分大丈夫だと思います。ちょっと声私小さいかもしれないんですが、はい、今夜遅いのであんまり大きい声で話せないですね。すいません。はい、じゃあ始めようと思います。今日のテーマはですね、人が死ぬ時に後悔することについてです。人が死ぬ時、はい、みんな死にますね。はい、私も死ぬし、あなたもいつか絶対死にますよね。うん、えっと本当に明日死ぬかもしれないし、もしかしたらこのあとトイレに行った時に何かあって死んじゃうかもしれないし、または100歳ぐらいまで生きちゃうかもしれないし、全然わかんないですよね。本当に誰もわかんないんですよね、これって。そうだからまあいっかと思って、生きている人が多いと思うし、私は本当にそうなんですけど、あのあんまり死ぬことを考えないんですが、えっと最近私が読んでるいろんな本に、どの本読んでも結構書いてあって、そういう死ぬ時のイメージを持つことは大事ですとか、自分が死んだ時に燃やしてもらうんですね、日本って。であと葬式をするんですけど、その時に人が来て、皆さんはあなたのことを何と言っていますか、どういう人でしたって、あの人は何々だったねって、あの人はいい人だったねと言ってるんですか、それともあの人はいつも忙しそうであんまり話をしてくれなかったねとか、あの人は仕事いっぱいしてたよね、頑張ってたよねとか、いつもいろいろ手伝ってくれたよねとか、それかあの人本当に嫌な人だよねって言われちゃうのかわかんないですけど、それぞれあると思うんですね。そうだからね、そういうのを結構生きてる時から考えておくっていうのは大事らしいです。はい。なので最近、じゃあ考えようと思って、考えるようにしています。はい。ということで、じゃあ死ぬ時ってどんなことをこう残念に思うのかなっていうのを、ランキングにして皆さんに、紹介したいと思います。はい。今多分何人か聞いてくださってるみたいなんですけど、音聞こえてたら、声聞こえてたら、声聞こえますって一言でいいです。メッセージください。英語でもいいですよ。はい、お願いします。で、メッセージはこのチャットの方でね、ください。お願いします。で、言葉の意味大丈夫かな。人が死ぬ時に、あれやっておけばよかったなとか、私はもう死ぬのか、やだ、何々してないからとか、そういうふうに思う。で、何についてって思うかというのですね。はい。それについて、ランキングがあります。トップ5があるので紹介します。で、それはあの今日紹介するのは、オーストラリアで、そういうもう死んじゃう、もう本当にお年寄りで死にますっていう人、あの
死んじゃうんですっていう人をこう世話をしている人で、その人が仕事としてね世話をしてる。でその人がウェアブロニーさんっていうそうなんですけど、ウェアブロニーさんがもういっぱい、もう何千人何万人って死ぬ人をこう仕事でいつも最後まで面倒を見ている、世話をしているので、いろんな話するんですね、きっとね。でそれでみんなが死ぬ人が何々やればよかったっていうのをいっぱい聞いてるので、それをランキングにしたのがあるそうです。でこれを紹介しようと思います。これはね結構有名ですね。だから知ってる人いるかもしれないです。でそれにこれは確かにオーストラリアの人たちのランキングなんですが、私がそれを見て、日本人ももう変わらない、同じだなと思ったので、はい、紹介します。そして私が日本人としてその意見をどう思うかっていうのをそれもちょっと言えたらいいなと思ってます。はい。でぜひ皆さんも今のライブ中でもいいし、ライブ終わってからでも全然いいので、自分が思ったことを死ぬ前に後悔すること、どんなことがあるかなってちょっともし考えたらそれを送ってほしいです。はい。であとは実は死ぬ前までにこれをやりたいっていうことがあったらぜひそれを教えてほしい。で特に皆さんあと1年で死ぬっていう場合、あと1年しかないですってもし言われてしまって、まだ体が動く元気って時だったら、みんなは何をしたいっていうのをちょっとって考えてみてください。どんどんメッセージを送ってもらっていいですよ。そして、メッセージくださいました。ありがとうございます。令和さんですね。ありがとうございます。台湾からありがとうございます。よかった。声聞こえますね。よかった。で、ちょっと寝るところですが、本当ですよね。寝たいですよね。実は私も今眠い。眠いのにどうしてライブをやるんですか？バカですかって、本当にそう思います。はい。そうなんです。バカです。ですが今日はちょっと短くやりますので、令和さんよかったら聞いててください。でも無理しないでくださいね。うん。眠くなっちゃったら寝てください。はい。そしたら写真があるので見せますね。今皆さんに見せているのは、これは日本のお墓です。墓です。私たち日本人が死んだら火で燃やされて、で小さくされて骨だけにされて、この一つ一つのですね、自分の家族のこういう石でできたお墓のところに日本人はですね家族で入ります。確かねこれがねガチャガチャってこっちに動くんですよ。で下にここ穴があって、違ったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけどね、こっちだったかな、こっちが動くんだったかな、ちょっとごめんなさい、これはっきり覚えてない。でもこの辺が動くって思ってください。で穴があって、そこにあのー死んだ人の骨を入れ物があって、それをそこに入れるんですね。だからまあもう死んだら終わりですね。以上です、お疲れ様でしたです。はい。で日本の場合だと家族みんなで入ります。はい。そうそう。例えば結婚した人だったら結婚した家族の家に入りますよ。でこれについてはちょっとまた話します。ちょっといろいろあって、家族夫婦夫と奥さんがあまり仲良くない時に奥さんの方がよくあなたと一緒の、あなたと同じ墓に入りたくないっていう言い方があるんですけど、はい、あれとっても面白いなと思ってて、はい、ちょっとそれについてはまた話します、違う時。はい。でまあ私も死んだらここに入ります。どこかの墓に入りますね。入っちゃうんだね。でじゃあ、いや死ぬ前にね私もやりたいことあるし、じゃあ一番みんながやりたいって言ったのは何かっていうと、まず一番最初、一番はこれだそうです。自分が本当にしたい生き方をする勇気を
持ちたかった。これが後悔です。はあって思う。もう死ぬんだ私って思った時にこれを言う。これが残念だったっていう人が多いらしいです。多分一番12345で1位ですねこれね。うん。自分が本当にしたい生き方をできなかったんですね。でその自分がしたいことがあるんだけどそれはできない。どうして？それは勇気がなかった。勇気、これですね。 courage とか bravery です。そういうもう強い気持ちがなかった。って思うそうです、人は。ね。そうなんだって。ちょっとこれって思いました。私これ一番言う人多いんだって。でこれオーストラリアの人でこれ一番多いってことはもう日本人なんてすっごく多いと思います。日本人はすごく自分がこれやりたいっていうよりも周りの人がこれをやってるからこれをやるとか、そうですね、やりたいことあるけど周りにすごく反対されるから、あと反対されたからやらなかったとか、そういう人多いイメージあります日本人って。はい。すごいこう不満ばっかり話すんだけど、やりたいやりたいんだけどでも今忙しいからできないとか、今お金ないからできない、もうちょっとお金ができたらやろうと思ってるって言ってずっとやらない人とか本当に多いです。オーストラリアの人ってもっと自由に生きていそうなのに、それでもこれを言うんですね。一番なんですね。日本人なんて本当にもうみんなそうじゃないって思っちゃう。うん。あとはそうですね、よくあるのが夢があるんだけどもう遅い、もう年取っちゃったから遅いと思うって言って、例えば30歳でも諦める人もいるし、日本人結構諦める人早いと思うんですね。だからこれは良くないなと思います。うん。皆さんはどうですかね。皆さんはどうですかね。皆さんの国っていうよりあなたはどう思いますか？じゃあ次、第2位。第2位はこれです。働きすぎなければよかった。働きすぎなければよかったが2番目に多い意見。オーストラリアの人これなんだと思って、もう日本人絶対これだよって思うと思いました。日本人働きすぎですよね、皆さんね、よく知っている通り。まあ、残業ばっかりみたいな、朝早くて夜遅いみたいな。何してるんですかね日本人って電車に乗ると本当に思います。もう電車に乗ってる人みんな疲れてるし、疲れてるのにスマートフォンで何かを見てたり調べたり聞いたりしてますね。なんでしょうね、楽しいのかな。なんか楽しそうに見えないんですね日本人って。そういう電車に乗ってる日本人見るとそう思います。働きすぎだしね。うんだから反対にもっと働けばよかった、もっと働いた方がよかったっていう意見もあるそうなんですけど、やっぱり多いのはこっち。働かない方がよかったっていう意見が多いですね。でせっかく仕事をいっぱいしたのにで会社のポジションは上がったんだけど、でも家族との関係はとっても悪くなってしまったとか、自分の今まで生きてきたことをもう一回思い出すと仕事以外のことが頭に浮かばないっていう人もいるし、あと家族と笑っている時間よりも仕事で疲れているっていう思い出の方ばっかりたくさんありますっていう意見もあるらしいんですね。これはやっぱりやばいですね。でも本当わかりますけどね。これ日本はも
男の人も女の人も最近どっちも仕事をしてますから、みんなやっぱりちょっと考えた方がいいですよね、これね。って思います。きっとこれを聞いてくださってる皆さんもそうじゃないですか。忙しいっていうか働きまくってるんじゃないですか。働きまくるっていっぱいするってことですね。うーんね、その間に私のこの変なポッドキャストを聞いてくださってるんだと思うんですけど、ね、ちょっと大丈夫かな、働きすぎかなってちょっと一回考えるのも大事だということです。はい。じゃあ3つ目、トップ3の3番目です。これです。はい。ちょっと長いですが読みますね。周りに合わせるために自分の気持ちを抑えたりしないで、感じたことをもっと表現すればよかったです。はい。これ一番言いたいことは、自分が思ったこととか自分が感じた気持ちをそのまま言えばよかった、話せばよかった、隠さないで、無理に嘘をついたりもしないで伝えればよかったということです。なんで伝えなかったの、どうして言わなかったの、あなたの気持ちというと、理由は周りの人に合わせてるから。周りの人があんまりなんでしょう、周りの人にあんまりこうはっきり意見を言ったり気持ちを言ったりしたら、相手に悪いって思ったりとか、その人との人間の関係が悪くなってしまうって思って言わなかったとか、そういうことですね。これは深いですよね。これが3番目なんだと思ってびっくりしました。あのこれあんまり自分の思ったことを言わない、人に話さないっていうのは、やっぱりストレスの原因になりやすいですよね。あのこれオーストラリアの人が3番目って言ってるけど、これオーストラリアの人の方が日本人よりもっともっと自分の思ってることを言ったり、あとたくさん笑ったり、あと怒ったりっていうのをもっと外に出してるはずなんですね。日本人ってそういうの苦手ですよね。だからもっとできていると思うオーストラリアの人でもこれを思うってことは、日本人はもう絶対思いますね。もっと自分の思ったこと言えばよかった、我慢しなければよかったって思う日本人は多いはずです。だからそうと思って、うーんねえ、皆さんはどうですか？自分が思ってることちゃんと人に話してますか？これは意外と大きなストレスになってるみたいですよ。ちょっとこれはこういうこと思うんだ、死ぬ前にっていうのはちょっとびっくりしました。私は意外でしたね。ねうーん嬉しい気持ちもそうだし、多分悲しい気持ちとかそういうのも自分の心の中だけにしまっておくだけじゃなくて、友達とか家族にこう見せるっていうことが大事なんですね、人はね。うーんだからもしかしたら子供のように、子供は思ったこと全部言いやすいと思うんですけど、自由にこう自分の思いを、思ったことを言うっていうのはいいのかもしれない。無理しない方がいいのかもしれないですね。で今メッセージを見ました。クールクールさんという方と、オルガさんという方、メッセージありがとうございます。お二人ともこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。オルガさんはロシアからなんだ。すごい。ありがとうございます。クールクールさんはどこだろう。クールクールって。
かっこいいかっこいいさんどこだろうな、教えてください。あと夜遅いですが、チャット聞いてくださってる方いらっしゃいます。ありがとうございます。ぜひあんまり考えないで自由にメッセージ送ってくださいね。じゃあもう一つ次行きましょう。4つ目ですね。4つ目の後悔はなんだ。これです。4つ目これ読みます。もっと友達との時間を持てばよかった。昔の友達とももっと連絡を取ればよかったです。なるほど。うーん。ね、簡単に言うと友達ともっと一緒にいる時間を作ればよかったですね。ということですね。だから死ぬ前にこれ思うんですね。もっと友達と遊びに行けばよかったなとか。ねえ。確かにこれは私も今の私も悲しいですけど思っちゃいますね。やっぱり自分の仕事とか生活のことでもう自分のスケジュール予定を決めてしまいがちですね。うん。やっぱり学生の時みたいに友達になかなか、学校で会えますからね、学生だとそういうふうにはできないし今。うん。いや、そうですよね。大事ですよね、友達とね。で、それも昔の友達とももっと連絡を取ればよかったっていうのが、いいですね。これ多分、本当もう最近会ってないけど、学生の時の、例えば20年前の学生の時の友達ともっと連絡取ればよかったなとか、そういうことですかね。うん。あのーそうですよね、確かにね。学生、あとはそっか、年を取ってしまってると、自分が年取ってしまってると友達がもう死んでしまってる、亡くなっているっていうこともありえますね。残念ですけどね、もちろんね。そうなんですよね。私の場合だと前もね何度も話してますが、昔学生の時ドイツに留学に行かせてもらって1年間留学行ってたんですけど、1年ってとっても長いわけじゃないんですが、その間に私は本当にいっぱい友達を作ることができて、あの100人以上ありがたいことに友達その時できましたね。それも本当みんな世界のいろんな国の人で、その中でもやっぱり特に仲が良かった友達はありがたいことに今でも私連絡取ってるし、もう十数年前ですけど、中には日本に遊びに来てくれた友達もいたし、私がまた友達に会いに行くっていうこともしたことあるし、うん、なんですかね。やっぱりいいですよね。友達、昔の友達で特に会うともう急にタイムスリップして昔に戻るんですよね。2人の間でね、もう昨日まで学生だったみたいな感じでよく覚えてるし、いろんなことあのいいですよね。うん。で急に思い出したのは、私10年、いや7年くらい前かな、7年くらい前に私の友達、そのドイツの時の友達の、インドの友達がいるんですけど、インド人の友達がいて、日本に仕事で来ていて、あのスーパーエリートマンになってたんですけど、その友達は車のなんだっけエンジンとかを作ってるのかな、なんかすごいんですよ、プログラム、エンジニアか、エンジニアで会ったら私変わらないでしょって言ったら、いやなんか昔よりエネルギーのレベルが下がってるって言われて、なんか大人になったねって言われて、
ちょっと静かになったって言い方しないで、なんかちょっと元気が足りないみたいなことを言われて、確かに皆さんはね、今の私しか知らないから、今十分元気でしょって思うと思うんですけど、なんでしょうね、やっぱり学生で留学生で、もう私の場合勉強ドイツ語すごい頑張ってたので、もうできるだけいろんな人とドイツ語で喋ろう話そうみたいなっていう気持ちだったから、相手の人の話もよく聞くし、何ですかね、まず相手にすごい興味を持ってたんですね。その会う人に「あなたどんな人ですか?」みたいなのとか、とにかく楽しかった。人と会うのがとっても楽しくて、今もそうなんですけど、なんでしょうね、今よりももっとこう目が開いていたというイメージなんですかね。もっとなんかポジティブポジティブなんですけど、今もなんていうか、ただなんか悪いことを何も、なんかその人とのコミュニケーションをとにかく楽しんでいたっていう、すごい集中してるってことですね。それいいことなんですけど、それをね、友達が言ってくれたっていうのはやっぱり本当にいい友達だと思うんですね。あんまり仲良くない本当に、ただ表面だけっていうんですけど、ちょっと嘘じゃないですけど、そういうあんまり深くない友達だとそういうことって言ってくれないし、わからないと思うんですね。うん。だからそれを話してくれたあの友達はね、やっぱり大事な友達ですね。はい。だから確かにあの時は私ちょっと元気なかったかもしれないんですけど、多分やっぱり仕事の世界にこう入って学生ではなくなっていた私なので、あのちょっとイメージというか私自身が少し変わってたんでしょうね。自分ではそういうの分かんないんだけど、昔の友達っていうのはそういうのを知ってるので、あの自分のことも教えてくれるし、相手がこう変わったっていうのもすごいいい刺激になりますね。私にとってはその相手はただの学校の友達だったのに、何年か、いやもう10年以上経ってからかな、会ったらもうスーパーエリートマンになってて、日本に出張に来るようなすごい人になってて、みたいな、すごいねみたいな。そうそう。だからそれはそれですごくいい刺激ですよね。ああ、すごい勉強頑張ったんだねみたいな、私ももっと頑張るとかって思えるし、それはそれでいいなと思います。そういうのって大事ですね。で、連絡取ってないともう会えないですね、本当。連絡が取れないっていう悲しいことがありますよね。それちょっと嫌ですね。はい。長く話しちゃいました。次行きましょう。5つ目の、何ですか、後悔しちゃうっていうのは、死ぬ前に後悔すること。あーって思うことはこれです。もっと幸せを味わって笑えばよかった。人生を真剣に受け止めすぎなければよかったです。なんかちょっと難しいですかこれ。すごい簡単に言えば、なんか悪いことがもしあっても、人生で生きていて悪いことあっても、いやいや、まあこういうこともあるよ、しょうがないよって言って笑ってしまうっていう生き方、そうすればよかったなっていう意味です。あとは幸せな時もありますね。こう大変な時、悲しい時、泣きたい時だけじゃなくて、幸せだなって思う時あるんだから、その時を大切にして、もっともっとその時笑えばよかったっていう意見です。はい。確かに。なんか幸せに集中する、幸せな時間をもっと集中して感じるっていうことは大事ですよね。これあの私もあるし、みんなもあると思うんですけど、なんか幸せだなってちょっと感じても、ふってした時に、明日仕事だとか、あ
この後家に帰ったら何々しなきゃとか、あとはスマートフォンスマートフォンでその時なんか誰かから連絡が来て、その幸せだった時間なのにスマートフォン見てなんかそっちの方のことを考えてしまうとか、いや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 スマホ見ないで今って思いますね。ってことになりますね。だからやっぱりスマホダメだな。うん、あとあれかも、スマホってやっぱりいろんなニュースも教えてくれることありますよね。いい時もあるし悪い時も。なんか自分は幸せなのに、なんか何々という悪いニュースがありますっていうなんか連絡が来ると、大丈夫あそこはとか、怖いね、気をつけた方がいいね、こういう事件怖いよねとかなったりして、なんか幸せな時間が流れていってしまう、忘れちゃう、消えるみたいな感じがあると思うんです。だからスマホはやっぱり悪いやつですねっていう気がしちゃいますよ、私。うん。で、この何でしょう、この人生を真剣に受け止めすぎなければよかったっていうのはこれ深いですね。真剣っていうのは真面目って意味です。はい。真剣はね、これは N2 ぐらいの語彙ですね。はい。真剣な、真剣に、な、形容詞、な、アジェクティブです。大事ですよ。はい。受け止めるっていうのは、受ける。自分の心の中に入れるっていう意味。うん。受ける。レシーブと同じです。うん。なんか、あれですよね。これを、この意味は、なんかみんながこれをやってるから、自分もこれをやって失敗しないようにした方がいいとか、なんでしょう、やっぱなんか失敗もししちゃっても、失敗しちゃったら、うわーこんな失敗しちゃった、うわーもうダメだ、もう私の人生終わったって暗い気持ちになるんじゃなくて、まあやっちゃったんだし、もう失敗しちゃったし、もう遅いししょうがないか、次気をつければいいか、こういう経験もあっても面白いかもしれないねって思った方が良かったなっていう意味だと思うんですね。うん、あのあと失敗しちゃってなんか自分に傷がつく、うわ私かっこ悪いとかバカだと思うとか、いやいやいや、そうです、あなたバカですって思った方がいいんですよね。私ねそんな100点の人間じゃないんです、全然ダメなんですみたいな、でいいと思うんですね。で特に若い時ってそういうのができないですよね。失敗するとすごいって思ってなんか3日ぐらい元気ない人とか時々いますけど、そういうのやめた方がいいよって、ダメよってことですかね、多分ね。あんまりこうね、って思ってても時間がもったいないんでしょうね、多分。って思うのは多分もうちょっとでよくて、もう次気持ち変えて次行く、次じゃあ何するって考えることの方が多分大事なんでしょうね。ってことだと思います。うーんねえ、どうなんでしょう、皆さんはどうかな。ちゃんと幸せを味わってますか皆さん。最近幸せだなって思ったことありますか？うーんどうですか？多分みんなそれぞれあると思うんですね。あと幸せは自分が幸せだったらいいんですよ。あのみんながみんなが海外に旅行に行って楽しそうとインスタグラムで見ました、これが幸せですじゃないんですね。全然違うんですね。自分でいいんですね。幸せだなってね。あのそうですね。なんか今思ったんですけど、私なんかは結構歯磨きをちゃんとするんですね、寝る前に。何それってね。歯磨きするんですけど、あの歯磨きするのにちょっとね20分ぐらいやるんです私、または25分。やりすぎ、時々やりすぎですね。でもねそれを
やれた時ってよかったって思うんですね。今晩も今日もちゃんと歯磨きをして寝られる、よかったって思うんですね。多分これももしかして小さな幸せなのかもしれないって今思いました。だって私今日今これ遅い時間ライブやってるから、あんまり今日歯磨きゆっくりできないんですよ。早く寝たいから。そうだから私ちょっといつもの自分の幸せな時間をちょっと短くなっちゃうんですね、このライブのためにね。自分でライブやるって勝手に始めてるんですけどね。そう自分が悪いんですけど、そういうことも一個幸せだなって思った方が多分毎日楽しいですよね。なんかすごい高いものを食べたとか、高いものを買ったとか、どこかに行ったとか、なんかそういうこともいいんだけど、それだけじゃない、多分幸せだなって、いいんです、本当にそう思います。でちょっと今ふとメッセージがいくつか来てます。ありがとうございました。ございましただってございますですね。うんと令和さん、ありがとうございます。令和さんは、先生の話はすごく心に響く、目が覚めました。やばいですね。令和さんはですね、台湾にいらっしゃるんですね。で台湾も今日本と同じ時間なので、そろそろ夜の1時になります。そろそろ寝ましょうね。ちょっと待ってくださいね、もう終わりますからね。で、ゆずぴーさん、超かわいい名前これ、ゆずぴーちゃん。ゆずぴーちゃんは何ですか？先生こんばんは。ポッドキャストのトピックはめっちゃ面白いです。ゆずぴーちゃんも日本語上手ですね。すごいな。で、ゆずぴーちゃんは最近先生のポッドキャストにハマっている。ありがとうございます。いろんなやばいテーマでお話ししてます。はい、どうぞ聞いてください。オルガさんはロシアからなんですか？オルガさんは、年を取るとともにエネルギーが足りなくなるよね。これは私のさっきの学生の友達に会った時、君はちょっと前よりエネルギーがないよって言われた話ですね、多分ね。うんで、オルガさんまだありますね。ありがとうございます。先生が言っていることは全部賛成しています。これは国に関わらず民族にも関わらず、本当そうですよね。本当そうですよ。そう思います。みんな死にますからね。なんかでもすごいですよね。本当死ぬんですね。死ぬんですね、いつか。みんなも私見てるのは今17人聞いてくれてるみたいなんですよ。20人になった。ありがとうございます。今そこで聞いてくださってる皆さんと私は今は生きてるんですよ。私たちの心臓は動いてます。ドクドクドクって。で、なんか偶然、なんかいいか悪いか分かんないけど、みんなは私の話を聞いてくれてるんですね。そう、生きてるんだけど、でもみんなあと2時間したら私たちは本当に生きてるか本当に分かんないんですよ。ねえ、そうでしょ？マジですよこれ。なんでそんなこと言うのってね。だけどね、一個私の本当の友達の話のことをちょっとすると、私の高校生の時の友達が20歳、23歳ぐらいだな、確か。20、いや20なんだっけな、24が5だな、25ぐらい、もうちょっと前だったかな、忘れちゃってごめんなさい。その子に悪い。その子ね、高校生の時ね、テニスをやっていた女の子なんですよ。すっごい元気なんですよ。すっごい運動がよくできる女の子が23か4かな。突然ですね、友達から連絡来まして、ねえねえ、あの子死んじゃったって連絡来たんですよ。って言ったら、なんで？病気？なんであんな元気な子が、もう健康っていう、あなたの名前は健康ですっていう名前のような女の子です。って言ったら、なんか朝起きてこないから、もう朝起きる時間だよって、会社行く時間だよってお母さんが部屋に行ったら、布団の中で亡くなってたっていう話なんですね。と思って、心臓が止まっちゃったんですね。心臓ハートです。私はドク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 、
ね、胸のとこに動いてるものね。これってって思いません？だって夜多分普通に寝たんですよ、その子も。おやすみって。まだ若いから家族で住んでたんですね。結婚とかしてなくてね。自分の家、お父さんお母さんいて、あと兄弟もいたんですけど、寝ておやすみって言って、また明日ねって言って寝るじゃないですか。布団に入るでしょ、ベッドに入るでしょ。そしたら朝起きないんですよ、そんな若い女の子が。まだ23とか24だったと思いますね。てか私と同じ年ですからね。びっくりしました、本当に。そんな死に方しちゃったのって。やっぱり本当になんて言ったらいいか分かんないですけどね。だから多分その子は次の日の予定が絶対あったはずです。うん。あの次の日は会社とか、確か仕事の日、いつもの月曜から金曜のいつもの日だったと思うので、だからそういうことがあるんですよね。私たちにもあるかもしれないんですよ。私たち今日土曜日ですけど、もう日曜日になっちゃいましたけどね。明日の日曜日、今アジアに住んでる人だったら夜これから寝て、明日朝が来るんですよ。明日どこかに行こうとか何かしようって、何か予定を考えていたのに、布団に入って寝たら自分は起きないっていうことが本当にあるってことですよね。なんかそう思うと寝ない方がいいですかどうしよう、ずっと起きてようかなとか思っちゃうとダメですよ。ダメダメ、大丈夫ですよ、皆さん寝た方がいいんだけど、そのぐらい私たちの明日、次の日って本当にないかもしれないってことですよね。その子が教えてくれたって思います、私。あんなに元気な子が。やっぱり病気とかじゃないんですよ。本当に突然心臓が止まっちゃったっていう亡くなり方、死に方だったので、なんてかわいそうだと思います。かわいそうじゃありません？みんなそんな若い子ですよ。23とか、結婚もしてないし、別に結婚が全てじゃないけど、きっとね、あの子はすごくいろんな勉強も頑張ってる女の子だったし、いつも笑ってる女の子でした。元気で。なんか多分もっとやりたいことがあったと思うし、自分で自分があれ死んでる私ってって多分思っちゃうと思うんです。こういうのを思わざるを得ないっていうんですけど、思わないわけがないってこと。なんてかわいそうだと思います。だからでもかわいそうって言ったらかわいそうなんですよね。きっとその友達は友達できっと一生懸命生きたから、もう人生が終わったんだと思うんですけど、なんかね、そうやって終わっちゃう場合もあるんだなって思ったら、やっぱりね、やった方がいいことって多分早くやった方がいいんでしょうね。うんと思います。だから別に暗い話をねしたいわけじゃないんですけど、今私が生きている、私たちが今ポッドキャストを今聞けているっていうことは、やっぱりもうそれだけで幸せだと思うし、私も本当に幸せだと思います。自分がこんな夜に話してて聞いてくれてる方が今世界中にいらっしゃって、あのそれが多い少ないとかじゃないんですよね。そう、とにかくありがたいですよね。ありがたい、本当に皆さんにありがとうだし、いろんなことにありがとうですね。自分の今の健康に対してもありがとうだし、うん、この YouTube というものがあるっていうことにもありがとうだし、いろんなことにありがとうだと思うんですね。今この電気電気がある、インターネットがあるから私は皆さんと話せてるし、それも本当ありがとうだし、私がインターネットを作ったわけじゃないし、もちろん
だからそう思うとやっぱいろんなことに感謝しなきゃいけないし、そういう世界に今いられてる、生きていられてるんだったら、やっぱりなんかちゃんと生きないといけない。なんか自分の気持ちを大切に時間を使うっていうことがやっぱり大事なんだなっていうふうに思います。だってあの子は、私の高校の友達はできないんですからね。あの子はね元気な子だから、きっとね YouTube もできます。本当に超元気です。毎日やると思います、あの子だったらきっと。あの子は今生きてないんですね。もうずっと前だけど、でもなんか覚えてるし、私の中であの子の笑ってる顔が今ももう写真のように思い出せるしね。そう思ってもあの子は私の中で生きてるって言っても、あの子自身はやっぱり生きてないから、やっぱり多分残念なんじゃないかなって思うと、私たち自身も生きてる時にやっぱりやった方がいいこととかあるんでしょうね、きっとね。人のためもいいけど、まず自分のために、自分を幸せにしてあげるために、あのなんかやってあげる。自分の幸せにって自分だけにいいっていう意味じゃないんですけど、もちろんね。私にとってもこうやって YouTube で話させてもらってお話してみんな聞いてくれて、本当いろんなメッセージ読ませてもらってるっていうのも、これも自分がやりたいことなので、それができてるので、私は本当にもう幸せなんですね。そうだから人にやってあげる、なんですかね、自分にいいだけとかじゃなくて、いろんないい自分がやりたい、したい、幸せだって思うってことはいろいろあると思うから、あのそういうのを、何が本当に幸せなのかなっていうのを考えるっていうのは多分大事。うん、でインターネットのいろんなこと言われてることを、みんながこれがいいって言うから、じゃあそれがいいんだって思うのは違うと思うんですね。インスタグラムってよくそういうのがあるって言いますよね。私はねインスタグラムを全然やらないし見ないから知らないんですけど、インスタグラムっていっぱい見てると、あの人はいいな、私はコンビニでアルバイトしてるのに、あの人は外国に行って旅行して美味しいもの食べてる、いいなって、そういう写真見ていいなって思って、どんどん自分が暗くなるらしいんですよね。いや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 、ダメですね、もったいないですねと思います。コンビニでアルバイトしてたって考え方次第で面白いこといっぱいあるし、日本だったら変な日本人いっぱい来るから、あの人変とか言って面白いと思って、なんかブーって笑ってもいいし、なんかなんですかね、別の見方ができるし、いろいろあると思うんですよね。だからあんまりねこうインターネットの人の意見はあんまりそのまま自分の中に入れない方がいいと思います。私は私、あなた違うから、いや私楽しいからって、あなたそれでね、アメリカなんですかね、なんか海に行って遊んで楽しいのいいんじゃない、あなたはそれで楽しい、私は別にそうじゃないからって言って、いいの楽しいからって思って比べることもないしね。でそれに自分が見せることもないしね。あの全然私ねあんまりね自分が楽しいとこ見せたくないです。自分楽しいのはもう自分とその一緒にいる人だけのこの秘密にしたい。もう誰か入れたくないです。そんな超楽しいとこの写真とか例えばインスタグラムとかもしやっても絶対見せないと思います。教えてあげないみたいな。そうなんですかね、別に周りの人の評価、みんながいいねとか言ってくれなくて、私たちいいと思ってるからみたいな、人関係ないからみたいな思っちゃいますね。それでいいと思います多分。だから皆さんはそれぞれの自分の楽しいの世界に入ってください。人と比べない。
で特に皆さんはすごいです。ただでさえ日本語のねポッドキャストをね聞いて、それがね意味がわかるし、なんか自分の意見も持てるしっていうのはすごいことですからね。うん、もう素晴らしいですから、もうそれができるだけでも他の人と比べる必要は全くないし、うん、もう皆さんも100点です。120点です。本当にね。そうと思います。で、ありがとうございます。メッセージがニェインエイさん、ありがとうございます。そうですね先生って、ありがとうございます。私はね話してる時見てました。ありがとうございます。あと、ゆずぴーさん、ありがとうございます。またメッセージ、私もいろいろなことにありがたいですね。本当ですよね。ゆずぴーちゃんね、ゆずぴーちゃんも100点100点ってねそうそうそう、ゆずぴーちゃんが100点です、うん、あなたが100点、素晴らしい。本当に。あと名前がすごい可愛い、うん、ゆずぴーちゃん、ゆずが好きなのかな。日本の野菜の柚子かな、それか日本のアーティストの柚子かな、なんだろう。でもうね長くなっちゃったんでそろそろ終わるんですけど、ちょっとみんなに考えてほしいのは、アジアの人はもう寝るんですよこの後ね。明日とかでいいのでメッセージもらえたら嬉しいんですけど、皆さんがねあと1年で死にます、なんかの理由でね、病気かな、わかんない。でもイメージでいいんです。あとあなたには1年しかないですよって言われたら、何をみんなはしたいですか？っていうのを、いやそんなこと考える必要ないし、バカみたいな質問って私思ってたんですけど、いやこれ考えるの必要ですね。多分ね考えといた方がいいですよ。本当に。だってもうマジでいつ死んじゃうか分かんない。もう日本だったら地震も来るし、津波もあるし、怖いですね。いろんなことあります。そういうのもあるし、交通事故、車の事故、もう明日あるかもしれない。バイクの事故、あります。やだね本当。船が落ちる、あります。海から落ちる、橋から事故で落ちちゃう、分かんない。だからもういつ落ちるか分かんない、いつ死んじゃうか分かんないんですけど、でも1年ありますよって言われたら何したいですかね。ちょっと考えてみてください。自分にとって大事なものが見えてくると思うので、でこれをみんなにもしメッセージもらえたら、それも含めて入れて私も考えたくて、でできれば明日また簡単にライブやれたらいいなって思ってるんですね。明日はねもうちょっと早い時間、ちゃんと午後9時とかに、日本時間の9時とか思ってます。みんながあと1年しかない、そしたらみんな何したいんですかっていうのを聞いて、みんなこれしたいんだって、っていうのをぜひ知りたい。でこれ実はねよくみんなが死ぬまでにこれしたいっていう10個10のリストっていうのでよくあるのがあるんですけど、それをちょっと言ってしまうとみんながそれに引っ張られてしまう、影響を受けてしまうから言わないでおきます。何でもいいんです。これも自分がしたいと思えばいいんです。他の人には何それって言われても全然関係ないですから、私はしたいんですで OK です。でなんでそれをね YouTube で私は言わなきゃいけないんですか、恥ずかしいですっていう人もいると思うんですけど、よかったら送ってください。あとそれを私に送ると多分これやらなきゃって思って本当にやる可能性が上がると思うんですね。でそしたらそれみんなにとっていいことなので、人に言うっていうのはすごい自分がやるっていうことにつながりやすいらしいですよ。自分の目標を言うっていうのもそうらしくて、何々になるって言って言うとやらなきゃって思うらしいですね。であとは周りの人も協力してくれるようになるらしいんですよ。そうだから送ってください。あと1年で何々したいです、何かをしたい、たくさん送ってくれてもいいし一つで十分ですよね。なんか考えてみてください。写真に載せたんですけど、日本のうなぎを食べに日本に行くとかでもいいと思うし、
お寿司食べに日本に行ってみたいとかでもいいと思うし、もう1年しかなかったらもう日本は遠いとか高いとかそんなこと言ってられないですよね。もう何かして頑張ってくるやるっていうのがいいと思います。うんね。でちなみにこれはですね、私の YouTube ね、うなぎとお寿司のビデオがつい最近あるので、よかったら見てみてください。であとはそうさっきのうなぎのはね、これですね、このうなぎのビデオありますよ。これうなぎとお寿司を夜に同じ夜にどっちも食べた、どちらも食べましたっていう話です。でうなぎについてとお寿司についてちょっと説明したので分かるかも、いいかもしれない。であとは生きるってなんだろうってちょっと思ったら、このヤクザさんの日本のマフィアですね、マフィアの話を私一昨日かなにアップロードしたので、これもね結構いいかもしれない。ヤクザマフィアの人たちもですね、とても大変な社会の中で生きていて、本当に頑張ってます。はい、ですのでこういう世界で生きてる人もいるんだなって思うと、自分の今の生活はどうかなって比べてみてみることもいいと思うんです。どっちがいいとか悪いじゃなくて、こういう生き方もあるんだみたいな。ヤクザをですね辞めて弁護士になった人がいるんですね。ロイヤー、そういう話とかしてるので、ぜひぜひよかったら見てみてください。はい。であとはいや勉強もしたいって人はいますよね。ビジネス日本語ありますよ。ビジネス日本語ってね、そうビジネスの日本語の話し方はとっても難しいので YouTube のビデオを作ったことあります。それも電話の話し方ね、この2つビデオありますので、よかったら私の YouTube チャンネルの中に入ってますので見てみてください。もう働いてる人でも結構間違えて電話の時話してることが多いんですね。やっぱり日本語の電話本当難しいので、そうよかったら見てみてください。ちょっとはね勉強できる、ちょっとっていうか何かを知らなかったことを勉強できるはずです。はい。でJLPT の勉強とかねしてる人は私の YouTube チャンネルでもいいし、私のオンラインレッスンっていう私のホームページの中でも勉強できるので、リンクをね貼っておきます。メモのとこに貼っておきますので、コメントとか貼っておきますので見てみてください。例えば JLPT の読解のビデオとかあります。はい。JLPT N1N2 あります。はい。あと文法、語彙、漢字はないか、文法語彙とか、はい、いろいろありますので、まず私のホームページ見てみてください。リンクは下です。はい。であとは私のYouTube じゃなくて Zoom のレッスンを私してます。はい、皆さんと一緒にね顔を見ながら授業をしてます。それもビジネス日本語を教えてますので、はい、よかったら来てください。ビジネス日本語とあとは会話の練習もしてます。はい、これも全部私のホームページに書いてあります。あとは、プライベートレッスンもやってます。はい、これは皆さん勉強したいこと何でも一緒に勉強しましょう。これは私一人と皆さん一人で勉強しましょう。ね、何でもどうぞやりましょう。JLPT のリーディング、読解でもいいし、会話でも EJU でも何でもどうぞ。はい、ビジネス日本語でもいいです。はい、レベルも N5 から N1 レベルまで何でもどうぞやりましょう。一緒にね。多分楽しいと思います。私はこういうキャラクターですから、はい、ずっと笑ってると思います皆さん。であとね、これプライベートだけど、こっちの会話練習とビジネス日本語はグループレッスンです。はいね、皆さんで一緒に勉強しましょう。いろんな国の友達ができて楽しいと思います。はい、本当に皆さんいい人、もう本当にいい人、もうどうしてそんなにいい人って言いたいぐらいいい人たち、はいです。はい、どうぞよかったら来てください。そして、オンラインレッスンね、違うリンク下に書いておきます。であと私の X も下に書いておきます。 Twitter です。はい、じゃあこれ最後うなぎですね。
うなぎの説明が書いてありますが、今日はこんな感じです。どうでしょうね。ちょっと最後メッセージ読もうかな。ゆずぴーさんも言ってますね。ゆずぴーさんはインスタグラムはやばい。やばいですよね。やっぱね。私はよくわかんないだから気持ち悪いインスタグラムちょっと見ない。はい。イェインアイさん、ありがとうございます。イェインさんはあれかな、どこかな、ベトナムの人かな。そうだろうな。そうですね。いつか死ぬかわからないので、毎日を楽しく過ごすのが一番だと思いますね。おー、日本語上手ですね。すごい。特にいいことをして悪いことがなくなるように人の人生を過ごしたいです。ねえ、本当ですよね。そうそう。そうですよね。自分からは悪いことをしないようにしたいけど、あの、悪いこともやっぱり起きてしまうんですけど、そう起きちゃいますよね。悪いことって来ますよね。おおってね。だけどその時悪いなって思うんだけど、後から考えたら、いや、あれがなかったら今の自分はなかったとか、そういうこともあるから、全部悪いとも言えないし、逆もありますよね。いいと思ってたのに悪い。よくあるのは結婚かな、多分。いいと思った、この人と結婚する、嬉しい、幸せ、いいなって思ってたのに、もうやだ、離婚したいみたいな。いいと思ったのに悪かった反対もあるし、会社が仕事がなくなってクビになった。クビ、あなたは明日から来月から来ないでください、クビです。うわー、最悪だ、悪いことだと思うんだけど、それがあったから自分で会社を作るいいチャンスになったとか、それでやろう、次の自分のビジネス始めようという勇気が持てたとか、または違う会社に入ってすごいいい同僚、一緒に働く人、別のいい新しい同僚に会えたとか、前の同僚よりもっといいなとか、または給料が上がったとか、いろいろあるかもしれないですよね。そうだから、悪いなって思ったことも、うわ良かった、これがあったから良くなったとか、そういうのもあるから、なんかもう最近はね、何がいいのか何が悪いのか、それも最近私はよく分かんないです、本当に。だからあんまり最近私は何があっても、あのいいか悪いかで決めないように、判断ですね、決めるですね、判断しないようにした方がいいなって思ってるし、うーんどちらかというと私は結構嬉しくなっちゃう、ポジティブに、よくやったって思っちゃって、わーって嬉しくなっちゃうんですけど、多分それもやめた方がいいですね。普通に、来たみたいな、こうボールが来た、そのぐらいでパッて取る、こう野球のキャッチボールしてるっていう思う。バスケットボールで友達が私にボール渡してパスしたぐらい、来たぐらいで、嬉しいとか嬉しくないとか、悲しいとか痛いとか、あんまり思わない方が多分後から思った時にいいなって最近はちょっと思います。うん。結構難しいんですけどね、それってね。なんかいいことだなって思っても、それでついわあやったやったって思ってたら、いつも他にやらなければいけないことに集中ができなくなったりとか、そういうこともあるし、悪い、これ嫌なことあったって思って、ずっとじゃなくても、その日一日でも自分の心の中にその嫌だって思ってることがずっとあると、他のなんかやらなきゃいけないこととか、誰かに会ってる時とかにも、その人に対してもなんか嫌な気持ちで会いやすくなっちゃうし、やることもなんかいつもはうまくいくのに、今日は悪かったことがあるから、悪かったと思ってることがあるから、他のこともうまくいかなくなっちゃうとか、そういうのもあるから、あんまり
なんか気をつけようって思います。こういいとか悪いとか、そのシール、ラベル、これはいいことです、ラベルはいいこと、これは悪いことです、悪いラベルを貼るっていうのをしないようにできたら一番いいんだろうなって思います。なかなかできないですけどね、そういうのね、なかなか難しいけど、そこまで慣れたらいいなと思います。はい。ただ私は今生きてる今は、私はこんな遅い時間でも20人以上、ライブを今聞いてくださってるということで、これが事実、本当に今起きていることと思うと、なんてありがたい、本当に皆さんありがとうございますと思います。でねミェンさんはミャンマー人です。あ、そっか、ありがとうございます。そう、ミャンマーはまだねそんなに遅い時間じゃないけど、アジアの人はねもうこれライブもう終わりますから、今日もうそろそろ歯を磨いて静かに布団ベッドに入りましょうね。ね、そうそう、大丈夫です。明日はちゃんと皆さん起きられると思います。私の友達のように急に朝起きないでそのまま死んでしまうってことはほとんどないと思うので、はいね、あんまりいっぱい考えすぎないで、はい、静かにね布団に入って目を閉じる、ね、しましょう。いろんな考えない、もう今は考えない、考えるのは明日にしましょう。そうあと1年しかない、生きるの1年しかないな、どうしようかなって考えるのも明日でいいから、もう今日はもう寝られるんだ、布団があったかい、気持ちいいって思って、幸せって思って寝ましょうね。いいお話ありがとうございました。こちらこそ、令和さんはね台湾にいるんですよ。だからね眠い、もう今1時30分になっちゃった、ごめんなさいね、寝ましょう。オルガさんもロシアからありがとうございます。先生、面白いテーマの話をしてくれてありがとうございます。いや、とんでもない、これが面白いのか分かんないんですけど、はい、暗い話ではないですよね、きっとね。前向きにポジティブに考えていきましょう、皆さんね。はい。なので私また自由に勝手に私テーマを決めて毎回話させてもらってますが、だいたい明るい話しかしないので、皆さんまたちょっと元気ない時とか、特に私の YouTube 聞いてもらえたら少しは元気になるかもしれないと思いますので、はい、聞いてください。そう、元気にならなくてもいいんですけどね、元気じゃない日もあった方がいいとも思います。はい、元気ない日があるから、元気な日が今日は元気だ、幸せだって思えるから、どっちも必要だと思うんですけど、そうそう、でもできればね20% ぐらい元気ない日で80% ぐらい元気な気持ちの方がいいですよね。そうと思いますので、はい、じゃあ皆さん寝ましょうね。じゃあ今日も本当にありがとうございました。明日できればまたライブやりたいので、ぜひ皆さん明日でいいです。メッセージ本当に寝ましょう。あと1年で死んじゃいますって時、みんなは何をしたいですかっていうのよかったらなんだろう、みんなに話してもいいなって、私がそれを読んでもいいなって思えることであればよかったら無理ない範囲で送ってくださいね。ありがとうございます。最後にメッセージありがとうございます。ニャインさんも、ニャインさんで合ってる？ニャインさん話してくれますのでありがとうございます。本当に楽しかったです。こちらこそというか、みんなすごいですよ。よく聞けるんですね、日本語ね。なんでそんなにできるんだ、みんな日本語すごいな。あとドンボンコウさん、お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。こちらこそ。またお話ししましょうね、皆さんでね。はい。で、私もとても楽しかったです。オルガさんオルガさんは皆さんは明日起きて長く生きるようにそうですね。そうですよ、本当ね。オルガさんもね、良い朝を迎えてくださいね。はい。じゃあ皆さん明日またちゃんと起きて、明日またライブで会えたらいいですね。もし明日ごめんなさい、私がライブできなかったらごめんなさいだけど、多分やりますので、はい、よかったらまた聞きに来てください。よろしくお願いします。じゃあ皆さんおやすみなさい。失礼しますね。ユインさんもおやすみなさい。失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。